能登観光の最初は能登島に渡ります。能登島も地震で大きな被害がありました。能登島に渡る橋は能登島大橋とツインブリッジ能登の2本ありますが、現在は能登島大橋だけが通行可能です。ツインブリッジ能登は地震以降通行禁止が続いています。現在は大規模な補修が行われていました。今回の目的地が近づいてきました。能登島水族館です。能登島水族館は地震により多くの生き物が犠牲になる被害を受けました。そのため約半年間の休業を余儀なくされました。その後昨年7月からの部分再開を経て2025年3月22日より完全復活されました。水族館内は大きく6つのエリアに分かれています。この日も各エリアでさまざまなショーが開催されていました。入館して最初のエリアは青の世界です。入ってすぐ目の前をジンベエザメが優雅に泳いでいきました。この子の名前はモモです。残念ながら地震の影響で以前いたハチベエとハクは亡くなってしまいました。しかし2024年10月に新しくモモを迎えることができたそうです。この水槽では他にも能登近海に回遊してくる温水系の大型魚類も見ることができます。このエイたちはなんだかみんなで笑っているようでした。水深 6.5 メートル、水量1600トンの日本海側最大級の水槽はさすがの迫力でした。次は再開されたばかりのイルカショーを見に来ました。平日ですが多くの人がショーの開始を待っています。職員一同
今度は水族館本館を見てみます。ここは能登海遊回廊です。プロジェクションマッピングが投影されています。とても幻想的で海の中にいる感覚です。くぼみのある変わった水槽です。中に入るとますます海の中にいるようです。ふれあい水槽があったので童心に戻って触ってみました。ナマコは見た目は悪いですが触った感触は固めでした。他にも様々な魚たちが展示されていました。そしてマダイの音と光のファンタジアが行われていました。その一部をご覧ください。光と餌を連動させてマダイの動きをコントロールしているそうです。今度は海の自然生態館です。ここではイワシのビッグウェーブを見ることができます。それではマイワシのショーの始まりです。ここには1万4000匹のマイワシがいるそうです。マイワシは大きくとも体長30センチの小魚ですが、大群で泳いでいるのは迫力があります。水槽の中央から泡が噴き出してきました。するとマイワシたちがその中に向かっていきます。この泡の中に餌が含まれているので群がってくるそうです。まるで一匹の大きな生き物のようです。いつまで見てても飽きませんでした。次はアザラシのお食事タイムを見に来ました。こちらがですね、ゴマフアザラシのキューと言います。よろしくお願いします。皆さんもね、動物園や水族館で一度は見たこともある種類のアザラシなんじゃないかなと思います。日本でね、一番飼育されている種類のアザラシです。キューちゃん今やってるのがですね、お得意のアインというか実はですね、今キューちゃん朝ごはんのお時間なので、一番最初にですね、朝の健康チェックを行っていきたいと思います。まず最初に行うのがですね、こちら体温測定です。寒さから体を守るために分厚い脂肪の層があります。なので体の外から体温を測れないので、このようにですね、今私が行っているようにお尻の穴から細い管をブスッと刺して直腸と呼ばれるところで体温を測っていきます。キューちゃん、今朝の体温 36.4 度でした。人間と同じだ。ほとんど人間と同じぐらいですアザラシもですね、私たち人間も同じ哺乳類の仲間でして、哺乳類は体の体温を一定に保つ仕組みがございます。
実はですね、今アザラシとても面白い季節が来ておりまして、何の季節かと言いますと恋の季節です。まあ難しい言葉で言うと繁殖期という時期に入っておりますなのでね、今ちょっと私がサインを出してもちょっと反応が鈍かったように、キューちゃんご飯よりも今女の子のことで頭がいっぱいなんですアザラシはですね、今だいたいキューちゃんですと体重100キロ近くございます。分厚い脂肪の層があると先ほどお話ししたんですけれども、ちゃんとね、脂肪だけじゃなくてこの100キロの重たい体を持ち上げるくらいにはちゃんと筋肉もしっかりとついています。ピースで笑顔のサインかわいい、眩しいねかわいい一回息するんです。これは先ほどご紹介した鼻鳴らしとは違うんですけれども、キューちゃんの変なとこに行って鼻の音を鳴らすということではい、キューちゃんもですね、そろそろご飯も少なくなってまいりましたので、そろそろプールの方に帰っていきたいと思います。最後はキューちゃんご挨拶しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。とても可愛いキューちゃんでした。最後はペンギンのお散歩タイムです。ペンギンたちがよちよちと歩き出しました。ペンギンにびっくりしています。ペンギンたちが警戒している先にいたのが某企業の公式マスコットイオ太郎です。あまりの大きさにペンギンたちは警戒感むき出しです。このペンギンたちの種類はマゼランペンギンです。ペンギンたちは懸命に行進していますが、その後イオ太郎もよちよち追いかけています。結構シュールな場面です。行進中は飼育員さんがペンギンの粗相の始末をされていました。大変ですね。なんとか折り返し点に到着しました。振り返るとイオ太郎が柱に隠れて見つめていました。折り返し点で十分な休憩を取ったので帰りの行進です。見物の皆さんもペンギンと一緒に行進です。帰りの方が早いです。早いですね。帰りもイオ太郎が一緒に行進しています。そしてペンギンたちはようやくゴールに到着しました。お疲れ様でした。最後に相方はイオ太郎と記念撮影してもらいました。能登島水族館は想像以上に見応えがあり楽しい場所でした。職員の皆さんの復興にかける熱い思いを十分に感じました。日本各地の水族館に行きましたが、その中でも上位でおすすめできる場所です。次回も能登半島の旅は続きます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。